どうもしゅんちーです。今日はAI 音楽について語ってみようっていう自分に無茶ぶりをしてみました。なんか今結構ねAI ソフトを使って作曲するということに関して議論が起こっている、界隈というか、音楽業界の中では賛否巻き起こってるんで、そこにこの今の時点で言及しておくことはやっぱミュージシャン、一応ね現役のミュージシャンとしては参加しといた方がいいかなと思って、今、筆を持ったんですけれども、筆を持ったっていうのは録音ボタンを押したんですけれども、そうっすね、僕いやそうですね、とりあえず時代の流れの中ではもう自然というか、必然というか、そういうものができてくるっていうのはまず否定はしないですね。ただやっぱり例えば文章とかも同じことが言えると思うんですけど、 AI が物語作っちゃうとかってできると思うんですけど、やっぱ人が書いた物語の楽しみ方と、だから楽しみ方が違うんでしょうね。そういうものとして楽しめばいいんじゃないでしょうかね。だから AI の音楽もそういうものとして楽しめばいいと思うし、だからモードが違うというか、土俵が違うというか、そもそも僕今小説読んでるんですけど、小説っていうかもう自伝みたいな、102歳の、軽井沢に住んでいて、10年ちょっと関わった方がいるんですが、その人が102歳で書き上げた、本今読んでるんですけど、すごく面白いです。だからその方が生きた時代をそのまま書いてるので、そういう体験談っていうのはもう絶対 AI には書けないと思うんで、まずそこは一線引くかなと。ただ空想未来小説とか、そういうあとデータを取るとか、そういうことは逆に絶対勝てないだろうし、やっぱり住み分けというか、だから用途の違いというか、すごく切れるハサミというか、どう使うかですよね。で、具体的にじゃあ僕がミュージシャンとしてその音楽生成するときに AI 使うかって言ったら、今のところ多分使わないと思ってますし、間に合ってるというかこう生でピアノ弾けるし、この響きが好きだし、なんかいろいろ名前は聞くんですよね。目にするというか、いろんなソフトので使って、でそれで作った曲も聞いたことがあって、X とかで流れてるんで、すごいなって感動したこともあるし架空でそこまでやるかっていう、で映像もつくじゃないですか。あれはずるいっすね。美味しいっすね。僕はもう音楽作れるけど映像は本当に苦労してて、毎回街歩きとかもそのロケ地まで行って歩いて歌って撮ってってやってるから、それがこう簡単にアニメーションとかで動画ができるのはめっちゃ羨ましいと思うけど、やっぱ自分の音楽との相性ですよね。僕ね、一回初音ミクも
買ってやっぱ曲作ってたんですけど、ある時このままそっちで行くかっていうか、その時も自分で作ってて、ちょっとそういうの使ってみて作ってていいなって思ってどうしようって思ったんですけど、よしもう生の、肉体で行こうと決めて、その時なんかね、ちょうどなんかコンピューターがバグってっていうか、なんか誤ってっていうか、ストレージ開けようとしていろんなの消してたら初音ミクのデータも消しちゃったっていうのもあって、もういいやってなったんですよね、その時は。だから何曲か初音ミクの曲は作ってます。てか僕が作った曲を歌ってもらってみたいな感じですけど、書き下ろしたっていうのも1曲ぐらいあったかもしれないけど、だからもともとそもそも僕は肉弾系でいくっていうアーティストです。でも否定はしないです、その AI とか。いいライバルでもいいし、なんかでもなんか僕なんかもう本当に結構長くやってんですけど、あっという間に追い抜かれたっていうか、その再生回数とかだけで言ったらもういきなり10万とか100万とかいってる AI の音楽もあるし、それはねやっぱり時代だなというか。でもそもそもその再生回数だけじゃないし、やっぱ音楽って自分で奏でて、その時のこの楽しさっていうか、やっぱ自分で音を出す体験のこの響き例えばそのジョアの鐘をやっぱついた時に自分でついて鳴ってるっていう体験がやっぱ違うんですよね。自分で出したっていう音、自分で自分で自分で飼ってた猫自分の例えば子供とかやっぱり違うじゃないですか、その思い入れが。僕の場合はこの楽曲が自分の子供みたいなもんだと思ってますけど、やっぱりすぐ分かりますしね。もうイントロクイズあったらもう秒でっていうかコンマで分かる、これ俺の曲だって。だからそういう思い入れが AI の作った音楽って聞いた人自分の曲だって分かんのかな。そのフレーズとかメロディーとか歌詞聞けば分かるだろうけど、その音の空気感っていうかぬくもりっていうか、僕は自分の音はすぐ分かります、本当に。だからなんだっていう話なとこもあるけど、こんなんでいいでしょうかでもこれ今ねまだ始まりじゃないですか。これからまだまだこれからなところもあると思うし、あんま現実的な話しても面白くないから、やっぱ芸術論で言った時にそのね権利がどうとか、その生成がどうってなったら、その作品と作品の力、作品力、そこはね絶対負けたくない。作品力は絶対負けたくないなっていうのがあって、もうこれは絶対 AI では生み出せない音楽っていうのは絶対作りたいですね。逆にその人間が絶対作れない音楽っていうのも AI は作っちゃうんだろうけど、将棋とかね囲碁で人間同士の戦い、なんか異次元の戦いをする AI 同士の戦い、あれはあれですごいけども、何億手も先読んで動いてる。そんなことはできないけれども、そんなこと音楽でやる必要もないのかもしれないし、でもそう考えるとジミー・ヘンドリックスとかああいう人たちのああいうギタリストなんて何億手も先を読んでフレーズ出してたのか分かんないけど、すごいコンピューターとしてはすごいですよね。でも多分直感で音とつながってたんだろうなって思います。
風の音とか鳥の音とかそういうのと溶け合って、そういう世界観をやっていきたい。今だって頑張ればできると思うんですけど、これからもそういうことを目指してやっていくので、ぜひ注目していただいて、チャンネル登録していただいて、フォローしていただいて、お互いに頑張っていければと思います。お互いに頑張っていければと思います。僕もいろんな人はね、同世代で音楽やってる人とか、いろんな表現してる人応援してますので、よろしくお願いします。A 解決 D だと思って弾いてたんだけど A だった。シンガーソングライターのしゅんちーでした。また違うテーマでお会いしましょう。See you next time. Bye bye.